僕自身ですね、漫画家志望だったんですよ。物語が好きだったんですね。それがコンピューターと出会ってですね、ロールプレイングゲームっていうシステムと出会って、それが面白いかったんですよ。だからこれにストーリーを載せたらもっと遊びやすく面白くなるんじゃないかと思ったのがスパッタンですね。そうですね、なんだろう、戦闘でレベルアップするって細かい数字のデータですね。それが、人じゃなくてコンピューターだから細かく設定して買い物をして武器も変えてっていういろんななんかなんだろう、めんどくさいの全部コンピューターに任せてただ楽しめばいいっていうものがコンピューターですかね。それはですね、日本でファミコンブームって相当来ましてですね、ほとんどの子供たちがファミコンを持ったんですね。その子供たちに新しい遊びを提供したいと思ったのが最初ですね。その時やっぱりアクションゲームが主流だったんですよ。それがやっぱりじゃなくて、この家にあるゲーム機で物語を体験できるんだよってことを教えてあげた。そうですね、なんだろう、ファミコンでその文字を楽しむゲームを遊ぶという意味ではボードペアがすごい最適だったと思うんですよ。それをそういうスタジオを作った後にドラゴンクエストを出して、やっぱりそうですね、ドラゴンクエストの場合はやっぱり自分が主人公になって物語を体験するっていう部分ですね。自分が一番のプレイヤーと思ったって、自分がやってる時に次何が起きたら一番面白いかなっていうのを常に考えるんですね。で結構こう意表をつくっていうか、それでなんだろう、そこだけ思いついて後で困ったりするけども、そういうふうな作り方、あとはそのなんだろう、何をしていいか分からないっていう状況をなるべくなくす、とにかく分かる、こうやったら分かって帰ってくるっていうことと、なんかやってるうちにこうどんどん面白いことが起きていくみたいなことですかね。そういうことをワクワク感を持ってやってる。ゲーム作り最初の方に鳥山さんと会って打ち合わせしての話して、で終わりかけの時に杉山先生と音楽の話するって話で、そうですね、なんかもう30年やるんで、ある程度通過の部分もあるし、部分がやっぱり会うって言ってもそれほど頻繁に会ってないんで、会うために新鮮ではありますね。鳥山さんと杉山先生が会うのがあとなかったってのは僕知らなかった。例えばですね、3からそういう要素入ってる時間があったりとか、そういう意味でその世界観っていう意味でいろんな世界があるっていう意味では、その11でも息繰りがあったりとか、その日本的な東洋っぽいことがあったりとか、その一個の世界としてリアリティというか、そういう楽しみであるとかいうところがいっぱいあるかなと。アクションゲームって難しいんですよね。で得意じゃない人は得意じゃないんですよ。そういう意味でね、その単性っていうのはある意味単性っていうのはもうアクションゲームは苦手な人でもやれば絶対解けるんですよね。でそこが言葉って理由ですからね。そうですね、日本語は割と言葉が結構複雑なんで、その言葉面でその人格とか性格まで出せるんですね。ただ英語ってシンプルなんで、やっぱりボイスが入った方がその人のキャラクターが立つと思うんですよ。喋り方だったりとか、こういうのだったりとか、そういう意味ではローカライズでボイスが入るんですよ。妥当だと思います。
そうですね、僕的にはまあ3、5、そして今回の11ですかね。I'd say 3, 5, obviously 11 that we're doing this time. That's the right answer. いや、正解ですよ。